サムライチャンネル。窃盗団へようこそ。団長のサムライチャンネルです。今回は上抜きでオイルをね抜いた後に、このドレンボルトからどれだけオイルが出てくるのかをお送りしていきたいと思います。このホンダの除雪機のねドレンボルトって結構奥まったところについていて、なおかつね中間パイプみたいなやつまでついていてね、オイルがね抜きづらいんですよね。それですので機種にもよると思うんですけど、このようにクローラーのね上をこうペットボトルかなんかでトレイを作って外側に排出してやるか、オーガを持ち上げてキャタピラの上にオイル受けを置いてこの上で排出するか、いろいろあると思うんですけど、そしてどちらのやり方をね選択するにしろ、結構オイルがね伝わってってしまってベタベタになってしまうんですよね。それが嫌で、私はねいつもね上抜きでねオイルを抜いてるんですけど、今回はねそのベタベタにしない方法もね交えながら、上抜き後にこのドレンボルトから果たしてどれぐらいのオイルが抜けてくるのか検証していきたいなというふうに思います。それでは廃油系をセットをしていきます。だいたいねクローラーの中間付近ですかね。本当はねクローラーの上でね受けてあげた方がいいかなと思うんですけど、なかなかちょうどいいものがないので、私はこの方法でやっています。さあ、それではフィーラーキャップを外してオイルを抜いていきます。撮影はしなかったんですけど、事前にね暖気運転をしていい湯加減になるようにしてオイルを抜けやすくしておきます。私が使用しているオイルチェンジャーは Amazon で買ったね3680円のオイルチェンジャーなんですけど、これ安い割にね非常に便利なんですよね。詳細は概要欄に記載しておきますので、よろしかったらご覧ください。注意するところは、パイプの挿入口がねオイルでヌルヌルになっていて挿入しやすいんですけど、パイプの先端が必ず奥に突き当たるまで何度か入れたり出したりを繰り返して、必ずねエンジンの底に突き当たるまで挿入するようにします。そうしましたら本体側のバキュームポンプをピストンしていきます。そうしますとオイルが不圧で吸い込まれてきてタンクに溜まる仕組みとなっています。不圧が弱くなってきたら定期的にねポンピングを繰り返してオイルを抜いていきます。このエンジンのオイル容量は 1.1 リットルなので、だいたいね4分ぐらいで全部抜くことができます。販売店に行ったりしてね整備士の方に聞くと、結構プロの方もねこの上から抜いてる方も結構いらっしゃいますよね。このオイルチェンジャーがあれば簡単にねオイル交換ができるんですよね。まあ例えるならね、ストローでアイスコーヒーを飲んで最後の最後までねズズズっとストローで吸い込んで、空っぽになったグラスにまた元の位置までおかわりをもらう、まあそんな感じかなというふうに思います。抜けているねオイルの色を見ると、まあそんなにね汚れてないのでまだまだ使えるかなという印象もありますけれども、まあ1年前のオイルなのでさすがにね年に1回は交換した方がいいかなと思って交換をしています。そして中間は省略させていただいて、抜け終わった時のね音をお聞きください。そしてホースをね抜いたり刺したりすると、この吸い込み音がね止まるところがあるので、音が止まるってことはオイルを吸い込んでいる状態なので、その状態のまま吸い込みを続けていきます。これを何度か繰り返してオイルを吸わなくなるまで続けていきます。このぐらいになってくるとあらかたねもう抜けてますよね。
またアイスコーヒーに例えるなら、ストローでね、底の方を真剣に吸ってもそんなに変わらないだろうという感じもあるんですけど、今回はこの後ね、ドレンボルトをね、外して検証していきますんで、しっかりと抜いていきたいと思います。それでは全部抜き終わりましたので、ホースの方を抜いていきます。ホースのね、上部を洗濯バサミで挟んでいるのは、エンジンのね、底に当たりやすくするために角度をつけています。ホースを抜くときに、オイルがね、そのまま抜くと垂れてしまいますので、拭き取りながら抜き取るようにしています。さあ、これできっちりね、抜き取ることができましたので、ドレンボルトを外したときに、どのくらいのオイルが出てくるのかね、検証していきたいと思います。ドレンボルトを外す前に、ドレンボルトのついている中間のね、パイプのところに、一緒にね、回って外れないように、スパナをかけておきます。そしてドレンボルトのサイズが 10mm なので、10mm のソケットに10センチのエクステンションバーをつけて、ドレンボルトを外していきます。この時にドレンボルトと延長パイプが共回りしないように、左手でスパナをしっかりと保持しておきます。そしてこの時にスパナをね、外したくなってしまうんですけど、スパナはこのままにしておいてください。なんでと思われる方もいるかもしれないんですけど、これをね、つけとくことにね、非常にね、意味があるんですよね。さあ、オイルは出るのか。あ、出てきてますね。量は非常にね、少ないですけど、これがどのくらい出るのかですよね。そしてなんでスパナをかけておいたのかということなんですけど、スパナをかけとくことによってガイドとなってオイルがそこからね、真下に垂れてってくれるんですよね。オイルの排出にね、勢いがなくなるとどうしてもね、本体側の方にオイルが回っていってしまうので、スパナをつけたままにしておくことでスパナがガイドとなり、オイルを真下に落とすことができます。まあ本当はこの除雪機のね、正式なオイル交換はフロントのね、オーガ部分を持ち上げることによってドレーンの位置が高くなるので、クローラーの上にオイル受けを乗せて排出するっていうのが正式な方法となっています。ただエンジンを後方に傾けてしまうとね、抜ける量がね、少なくなってしまうので、私はね、この水平にして抜くのが好きですね。さあ、それではドレンボルトを締めていきます。今回パッキンはね、再利用することにしました。この動画をご覧になってる窃盗団の皆さんは、パッキンはね、毎回変えてますかね。それとも私のように何回かね、再利用しますかね。もしよろしければコメント欄で教えていただけると嬉しいなというふうに思います。合わせてね、ドレンボルトの締め付けトルクも公開されてないような気がするんですけど、感覚的には25ニュートンくらいかなとは思うんですけど、ご存知の方いましたら合わせて教えていただけると嬉しいなというふうに思います。さあ、それでは今日の本題、上抜きした後ドレンボルトからどれだけのオイルが抜けるのかと。さあ、その結果がこれです。なんかイメージ的にはもっと垂れてたような感じはしたんですけど、こうやって見ると意外と少ない感じがしますね。結構時間かけて抜いていたので、もっとたくさん抜けてるのかなと思ったんですけど、私の予想よりね、これ少なかったですね。下から抜いてね、このぐらいの差だったらね、もう誤差みたいなもんですよね。上から抜こうが下から抜こうが、そんな大差がないっていうのがね、これで分かったかなというふうに思います。それでは実際にね、どのくらいの量ができたのか計測していきたいと思います。
さあ、どれくらい抜けたでしょうか。 20cc ですね。さあ皆さん、この 20cc どう感じますかね。この 20cc がエンジンの中に残っていようがいまいが、性能的にはね、もう本当に変わらないんじゃないかなというふうに私は思います。気持ち的にね、下からねオイルを抜いた方が気持ちがねすっきりするんですよね。ただこのホンダの除雪機だけは下から抜きにくいっていうのがね、これ欠点なので、私はねいつもね上抜きでオイルを交換するようにしています。さあそれではオイルを入れていきます。指定されているね 5W30 のオイルを使用しています。このペール缶スタンドって誰が考えたのかね、ほんと便利なんですよね。特に満タンの時にね、微調整しながらオイルポットに入れるっていうのもね、なかなかね調整が難しくて、これを買ってからはね本当に便利になりましたね。この商品をねもっと知りたいっていう方がいましたら、概要欄に記載しておくのでご覧ください。それではオイルを入れていきます。一気に入れるとね溢れてきてしまうので、少しずつね注入していくようにします。オイル容量が 1.1 リットルなんですけど、 900cc ぐらいでね一旦やめて調整しながらオイルを入れていった方が適切に注入できると思います。もしね入れすぎてしまったら、さっきのオイルチェンジャーでねまた上から少し抜いてあげれば調節もできますので、万が一の時のためにもねオイルチェンジャーが一つあると便利かなというふうに思います。オイルの量はオイルゲージの一番上端のラインまで入れるので、何リットルを入れるっていうより、このゲージの上端まで入れるっていうね感覚が大切かなというふうに思います。少し足りないのでもう少し継ぎ足していきます。こういう日頃の整備もね、雪が降った時にトラブルが起きないように日頃からしっかりと整備をしておきたいなというふうに思っています。この間の F1 のねアブダビグランプリ、マックス・フェルスタッペンがね見事チャンピオンをね獲得しましたよね。ホンダもホームページで We did it together と、みんなでやったんだと、ありがとうとコメントをね出しているのを見て、ドライバーやメカニック、そして開発、そしてホンダユーザーがねいなければねこのチャンピオンは成し遂げられなかったんだなっていうのをね感慨深く感じましたね。私もこのホンダパワーをね早く炸裂させたいんですけど、残念ながら雪がありません。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。